皆さんこんばんは。フォーラム8プレゼンツ玉木のスポーツジャーナリズムの時間がやってまいりました。MC のスポーツライター小崎です。このチャンネルはスポーツ文化評論家玉木正之を送る既存メディアとは異なる視点でスポーツの真の問題点を取り上げ考える番組です。コメンテーターの玉木正之さんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。はい、お願いし今ます。は、日本対ブラジルの一戦が終わったところで、非常に残念ながら日本は1対2で、はい、逆転負けを食らってしまいました。はい、まあ、仕方がないかなという気もするんですけれども、今、現地ヒューストン、ヒューストンですね。はい、スポーツ、サッカージャーナリスト、大隅義行さんと後藤武夫さんにネットでつないでもらっています。大隅さん、後藤さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いしまよろしくおす。大隅、願いします。大隅さん、惜しかったですね。残念でしたね。そうですね。結果はもちろん残念なんですけど、はい。僕としては、結果よりも、やっぱり内容が残念だった。おーっあと。あの、この大会としてちょっと残念だったなっていうふうに感じてます。ああ、そうですか。それを後はい。で詳しく聞はい。くことにしましょう。後藤さんはいかがでしたですか？ はい。まあ、それは残念ですよね。そ先制したわけですからね。そうですね。かなり力の差はやっぱり感じましたけど、それでも一応先制したんだから、はい。やっぱりチャンスはあったんでね、はい。逆転されて残念でした。うんこれ変な言い方ですけれどもね、弱い方のチームが先に先制するというのは良くないんじゃないかと私は思ってるんですけれども、後藤さんどう思われますか？強いチームが先制したらそのまま試合終わっちゃうと思いますけど、いや、どうしてですか？逆に。強いチームが先制したら、なんか強いチームがちょっと怠けてくれると、そこをついて逆転できるんじゃないかっていうのが、これは4年前までですよね。ああ、そうですか。4年前はまさに相手がもう日本のことをバカにしてたんで、それはい。が起こりましたけど、さすがに今はもうどこも日本のことをバカにしてくれないです。ああ、リスペクトしなるほど。てくださなるほど。大隅さんいかがですか？まあ、その通りですね。うん、ドイツ、スペインにははい。前半も本当、あの頃死んだふりって言ってましたけど、うん、はい。カター全くル弱いなってい大会。う感じで、1点リードされて、後半2点をはい。取って逆転しましたよね。はい。もう今はそういう時代ではないという、日本のレベルではないという感じですか？そうですね。もう、うん、どこのチームも日本をそんなに甘くは見てないですから。なるほど。今日もそれで、試合後にね、アンチェロッティ監督が、はい。やはり相当日本のことをいろいろ、ちゃんと褒めてくれてましたよ。うん。そうですね。2点取れて非常にお幸運であ世辞じゃなくったと。う本気ん。で言ってました。うん。勝ってほっとしているというような言葉も出てきたみたいですけれども、大隅さん、内容的にも残念だったという、その内容的にもっていうのは一体どのあたりがでしょうか？僕はこの大会すごく日本代表に期待していたんですよね。はい。その期待していたのは、すごく攻撃的な集団で攻めるいいうん。サッカーを見せて、それうん。で、成績も上がっていくんじゃないかというふうに思ってうん。ました。たうん。だ、このラウンドでブラジルに負けたっていうのは、それはまあ仕方がないんですけど、はい。それ以上に、そういうサッカーを見せる機会を失うん。った。それはやっぱり、南野、三笘、はい。久保ってはい。いう攻撃の非常に重要な選手たちが、そういう、森保ジャパンのサッカーを担っていた、攻撃を担っていた選手たちが、はい。今回プレーできなかったっていうのがすはい。ごく残念でしたね。なるほどね。まあ、それははい。残念ですけれども、ただ、どうなんですか？ホイッスルが鳴って試合始まった時には、守備をしないで前から行くぞっていうような方に見えたんですけれども、そのあたりは積極性というのはあったんじゃないですか？あ、あの、そうですね。うん。後藤さんどうぞ。はい。今日は、現時点で最も攻撃的な布陣で臨んだわけではい。すよね。はい、そうですね。右サイドが堂安一頭で、左が中村、前田というはい。形でね、鎌田を3列目に置く。
っていう。はい。で、まあもちろん、堂安も中村も最終ラインに戻って、5バックで守る時間が相当長かったんだけれども、はい。いける時間には前からちょっかいをかけていって、ブうラジルのん。ミスに復うん。活するような時間まであったし、あるうん。程度パスを回すこともできた。はい。ただ残念ながらそこでもう最も攻撃的な布陣でスタートしたんで、後半にうん。なって交代を使うともうそれ以上攻撃的に、うん。交代できない。結局、菅原とかね、鈴木淳はい。之介とか、本来ディフェンダーである選手を入れざるを得なかった。そこで、その南野も三笘も久保もいる状態だったらね、交代うでさらに攻ん。撃力を上げるようなこともできるんですけど、それができなかったっていうのは大きいですよね。なるほどね。そうですね。菅原に鈴木淳之介、それから町野とかも出てきましたけれども、これは、延長戦を見て、やった采配かななんて思ってたんですが、やっぱり人材がなかったっていう感じですか？後藤まあさんいかが？そうですね。はい。うん。どうぞ、大隅さん。やはりその攻撃の非常に大事な武器を欠いていた。はい。まあ言ってみれば、なんていうのかな、球がもうなかったっていう感じですはい、ね。はい。それでまあ銃剣で戦わざるを得なかったっていう、そうないうふうなるほど。感じです。なるほど。まあ、これでも、だから、はい。例えばね、左右のうちの伊東純也をはい。取っておくとかね、はい。前田大然を取っておくとかうん。して使うやり方もあったんだけれども、やっぱり頭から最強の布陣で臨うもうという判ん。断をしたんでしょうね。なるほどね。その判断に対してどうなんでしょうか？それは間違いでしたよというふうに言えるんですかね？それともそれは監督の考えだから仕方がないっていう感じなんですか？これは、これはもう考え方の違いで、今それうん。をね、違う、おかしいじゃないかっていうのは結果論になっちゃいますからね。言いたくなる。なるほど、なるほど。そういう選択肢もあったなと思いますね。うん、はい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 。ただ、どうなんでしょう。1点目のに、日本が先に1点取った後、ブラジルに後半、11分に取られるわけですけれども、その時審判がミスをしたんじゃないかっていう声が結構ネットでは出てるんですね。あの中村が、クロスで打ったボールは、相手ディフェンスのダニーロに当たって外に出ているのに、コーナーキックにならずにゴールキックになったと。その後、得点につながったっていうのが非常に審判のミスじゃないかと言われてるんですけど、これはどうなんでしょう、大隅さいや、まあそういう、なんていうかな、っていうようなところはありましたけど、ん。えまあ今大会明らかにね、そのコーナーであるコーナーでないっていうのが違っはい。てて、直せるときには直してたんですけど、はい。まあ、VAR がすぐ見て、明らかにコーナーでやるっていうふうには見えなかったんでしょうね。ああ、なるほどね。うん。うん。まあ、こそのれは、まあ、しょうがないですね。仕方がないっそういう、ていう感じですが。まあ、そういうことは、将来的に あや VAR です。をどうすええ、るかという問題です。なるほど。まあ、そんなことを今言っても仕方がないだろうということなんでしょうけれども、どうなんでしょう、大隅さん。田中碧選手はもっと早く出した方が良かったんじゃなかったと思うんですうん。けれども。今日の試合でちょっとね、やっぱり、あーっと思ったのは、うん。前の試合まで良かった選手があんまりうん。良くなかったり、う例えばん。冨安も、守備では頑張ってましたけど、ボールはい。持って出すときに、結構やっぱり苦しんでましたね、今日はね。うん。まあ、そういうこともあって、田中碧は、最後のね、点取らはい。れたところで、まあ、あれをミスと言えるかどうかわからないですけど、はい。結局、あそこで取ったのに奪い返されて、はい。決勝点になったわけではい。すけど、まあ、なかなかえいい選手だからもっと早くから出せっていううようなのはん。なかなか難しいような状況の試合でしたね。なるほどね。あの、選手交代がちょっと遅れてしまって最後、うん。小川を、切り札として出せなかったというような声もあるようですけれども、後藤さんいかがですか？いや、もう、要するに、同点の場面でですよね。はい。はい。それはちょっとやっぱりリスクが大きすぎますよね。
ああ、なるほ時ど。間帯になってきたらもう延長戦を見据えてっていうのがやっぱうり順当ん。な判断だと思いますけどね。ですから、なるほどね。延長戦を見据えて1枚残してやったわけですからね。うん。延長に入ったあの、時点で、うん。どういう形でか出すっていううん。ことを考えていったんだと思いますなるほどね。延長に入るともう一人交代を増やせるんですよね。そうですね。はい。6人になるんで、そこで2枚替えして、うん。一気になんか試合を変えようっていう考えだったんだと思いますけど。うん、なるほどそれね。はもう順当な考え方だと思いますはいはい。ということは、これはやっぱりもう日本の今の限界と言ってよろしいんですか？大隅さんいかがですか？そうですね。まあ本当にさっき言ったように残念だったのは、うん。もうフルに日本の力を出はい。し切って、はい。負けたわけではなくて、まあうん。どこの国だってそれは怪我人もいますし、はい。吉永ない選手いますけど、うん。特に日本ではもう、絶対的な切り札だった、うん。久保、三笘、はい。それから南野っていうのがいなかった中では、もう、ああいう試合しかできなかったのはしょうがないなっていうふうに思いますね。なるほど残念だね。ったってのはやっぱりそういうことであって、はい。彼らが、日本代表が、不甲斐ない戦いをしたとか、はい。いうことではないんですね。なるほどね。ただどうなんでしょう。前半と後半でアンチェロッティ監督は、なかなか大胆な、配置換えとかっていうことを行って、ビシニウスが外の方にかなりパスを出す方に変えてしまった。このやり方はなかなかうまかったんじゃないか、監督と差があるんじゃないかっていう声があるんですが、後藤さんいかがですか、そのあたりは。いや、それだけ要するに前半彼に仕事をさせなかったから変えたわけですよね、向こうはね。はい、はい。前半のやり方だと日本のディフェンスがもう本当に、堂安なんかも頑う張ってん。ビニシウス取っていって、あんまり前半仕事をしてないんですよね。だから、そうですね。当然何かやり方を変えてくるっていうのはできますし、またやはい。り方を変えるっていうことをもう選手にすぐにそれを指示すれば徹底できるだけこう選手の能力が高いですうん。だからそれに対して日本の方としてはもう少し対処の仕方はなかったんでしょうか？どうですか？よね。日本から先に動く必要はないですよね、リードしてるんだかうん。らね。そのアンだからチェロッティ向こうがやが動いたり方をと。変える。うん。そう、だからうん。向こうが先に動いてくるのはもうリードされてるから動いてきますから、はい、はい、それにはい。対して何か対処法があったかなかったか。そうすると、例えばもう少し堂安を守備相当前半から頑張ってましたけはい。ど、もうちょっと早いうん。時間に菅原を入れるとか、ね、それはあうり得たかん。もしれないです。なるほど。そのあり得たかもしれないっていうのは、今更それを言っても仕方がないっていう感じなんでしょうかね。あのね、だはい。からもうすべて結果論のうん、うん、結果論ね。なるほど。うん。はい、大隅さん。はい、前半も、まあ相手がボール持ってる時間長かった。時々はい、日本そう。がボール持って、回してましたけど、はい。相手がボール持ってる時間長かった。それでも、はい。日本の最終ラインはペナルティエリアから10メートルぐらい前のはい。ところにいたんですね。はい。で、要するに、引いて守ってるんではなくて、はい。まあ、ミドルブロックにしてもちょっと低いですけど、はい。少し前の方で守っていて、そこにうん。全部、ブラジルのボールが入ってきて、うん。まあ、引っ掛けて、そこで跳ね返してたわけですね。ところなるほど。が、後半になってからブラジルは、サイドから攻めようというはい。方針を持って、もうはい。この日本のブロックを崩すのは難しいからサイドから攻めようってことになうん。ったんですけど、その時にそのブラジルはサイドへ行ったらそこからまあ無理やり攻めるんではなくて、うん。サイドへ一回引きつけておいて、ちょっと戻して逆へ大きく振ってっていうことで日本の守備体系を動かしながら、うん。攻めていった。それによって日本の最終ラインがペナルティエリアの中ぐらいまで下がっはい。ですから、そうなると、そこから入ってくるボールっていうのは非常に危険うなわけで、ん。うん。そこに、ビニシウスも、サイドへ張って、うん。プレーを。
サイドバックの選手が中に入って、日本の選手が引きつけられたところに、彼のところへ出て行って、やっぱり引きつけるような、プレーをしますから、あの、そういうふうな面で、もちろん監督の采配っていうのはあるかもしれはい。ないけど、はい。そういうふうな試合をやろうとなった時のブラジルの選手の理解度の高さであるとか、それかおー。ら、戦術眼ですね。そういうこうとはやっぱりん。一日の長あったような思いますけど。なるほどね。えやっぱり後藤さんどうですか？差があったなという感じですか？ただ、ただ本当に前半の日本の守備は本当にうまくいってて、はい相手がボールを持ってる時間が非常に長いんだけど、決定機はほうん。とんど作らず、要するにそう鈴木大を書ですね。いてよかったっていう場うん。面が、前半は、うん。後半はね、随分ありましたけど、はいはい。前半は、ハイボールをキャッチしてくれたぐらいうん。でね。だから、あんまり決定的なピンチってなかったですからね。あれはい。は本当によく守ったと思いますよ。なるほどね。ということは、くじ運がもう少し良ければなんていうことをね、NHK、はい、そ BS の通りで。で、大声で怒鳴っている解説者も言ってたんですけれども、やっぱりそういう感じですか、今回は。これはだから、去年の12月に組み分けが決まった瞬間からそうですよね。うわぁ、なるほど。1位か2位になってもブラジル、モロッコ、う3位になったらん。フランスかよってね。うなんだん。この組み合わせだと思いますよ。なるほどね。それは仕方がないこととして、この先どうしましょうか。大隅さん、これから先、森保さんはここで一旦、なんて言いますか、ご苦労さんになるわけですよね。いや、僕はまだ、森保監督若いですし、はい、もう4年間やって、はい、この過去8年間で得たものを、さらに積み上げて、もっとうん、迫っていけるんじゃないか。言ってみればさっき、三笘だ、久保だの名前を出しましたはい、はけど、い、はい、それは不運ですはい、よね。で、いつも不運があるわけではなくて人生はい、ですから、幸運はい、もあるわけで、そういうふうな、しっかり幸運に恵まれれば、あうん、の、で、今、後藤さんが言ったように、抽選会で、なんだこれはって思うようなところに入って、今うん、回のラウンド32の対戦のカードを見ても、いや、ここなら日本楽勝みたいなのがたくさんあるんですよね。ですありから、ますね。はい。うん、それを考えれば、森保監督にもう一回やってもうん、らうっていうのは僕は一番いいと思うんですけど。うん。後藤さんいかがですか？日本代表っていうのは非常に、森保さんがやってから、はい、7年間というか8年間、はい、非常に継続性があって強化してきたわけですよね。で、はい、前回カタール大会の時には、全参加32チーム中でも日本は平均年齢が非常に若いチームであって、はい、それが、経験を重ねて今の強い、明らかうん、に4年前より強くなった。うん、で、今回非常に怪我人が出たのは不運だったけど、その代わり、若い、うん、選手、とか、うん、とか、塩貝とか、塩が、はい、そういう選手が一応ワールドカップを、わずかな時間だけれども経験した。で、うん、彼らが4年間、成長して、さらに、現在以上の力を持つ選手になってくれれば、さらに4年後はもっと強くなる可能性が高い。うん、そして、やっぱりこの継続性をなんとかね、生うん。かしたいので、もう4年森保監督の方がいいかなという気はします。ああ、なるほどね。うん、だれないですか？そんなこと今言っても仕方ないですそこね。が問題、僕も思うんですよ。そう。4年前と今の違いっていうのは、4年前は森保監督が全てを仕切っているはい。ヘッドコーチだったのが、今はその、七海コーチとか、前田はい。コーチ、いろんなコーチの言うことを聞いて、取りうん。入れて、マネジメントをやってるのが森保さん。だからやりそう方を変え、ですね。チーム作りのやり方を変えたわけですよね。はい。だけど、じゃあ、次の4年間また同じことをやっていいのかというと、何か違うもの、要素を取り入れてほしい。それがうん。何かあれば、森保さんにやってほしいし、ないんなら監うん。督自体を変えた方がいい。そうん。の辺ですよ。なるほど。大隅さんいかがですか？森保さん、4年前もね、森保監督、
ワールドカップにかかる頃には、やはりうん。チーム森保っていう形で、森保監督が全部決めるわけではなくて、コーうん。チ陣の意見を取り入れて、うん。指導してたように思うんですね。はい、はい。そしたら、それが進んでさらに、日本のサッカーの頭脳を集めたっていうようなう感じのん。今のチーム森保だと思うんですけど、はい。そこにちょっと、やっぱり、日本学派だけではなくて、はい、はい、はい、違うところはい。から、うん。なんか新しいアイディアであるとか、うん。それから分析の方法であるとか、うそういうん。ものを入れて、強化すうん。れば、もっともっと選手の質だけではなくて、チームとしてもっと伸びることができるんじゃないかうと思うんですね。ん。ですから、それは、うこの辺ん。は日本サッカー協会のやっぱり、あの、お手腕だと思いますし、うん。それからそういう人たちをこの日本代表に引きつける、やっぱうん。りだけのものを持たないといけない。それは資金的なものなのか、はい。あるいは森保監督の、やっぱり、ビジョンであるのか、うん。そういうものをやっぱり、見せないといけないと思いますね。うん。なるほどね。それだから、は具体的。今のコーチはい。陣って何しろに日本のはい。そのサッカー界のレジェンドたちがやってるわけだけれども、はい。ヨーロッパの最新トレンドに触れる立場にいるのは長谷部コーチぐらいうん。ですよね。あ他の人は日あ。本をベースにして、うん。今までも仕事をしてきた。選手としてもこういった経験がはい。あります。そうすると、やっぱりヨーロッパの最新トレンドを入れたコーチ陣ってうん。いう意味で、例えば長谷部コーチをもうセカンドのね、うん。森保さんの直属のうん。おヘッドマネージャーヘッのドコーチというか、ところうん。はい。にするか、あるいはヨーロッパのある程度のレベルの若手の、うん。指導者をうん。アシスタントコーチとして迎え入れるとかね。例えあば今 J リーグで、ガンバ大阪とかドイツの若いコーチがはい。非常にいいサッカーをやっていますよね。はい。サーフレッチェ広島もはい。そうだし。だからやっぱりそういうヨーロッパの最新トレンドを身につけた人をなんか入れていくっていうことが一つ鍵になるんじゃないかなって気がしますけどね。なるほどね。ということで、またこの4年間がこれから始まるということになるわけですかね。少し休んで。えー、おす、大隅さん、また4年後に期待するということで、それしかないんでしょうかというか、それ、ワールドカップは4年に一度しかないですかまあら、でも、そうですね。はい。来年の1月にはアジアカップがありますし、はい。それからまたすぐ予選が始まりますよね。うん。ですから、そういう、なんていうのかな、アジアとの戦い、うん。日常の戦いみたいなもので、うそこん。から世界の戦いになるわけですけど、はい。なかなかこの過去4年間はドイツとやったり、イングランドとやったり、はい。ブラジルとやったり、割といい、親善試合が組めた、はい。アウェーも2試合ありましたし、うん。そう、組めたんですけど、これからの4年間で、その親善試合がどういうふうに組めるのか、そうん。れが、アジアでの戦いと、どのようはい。にリンクしていくのかっていうのは、ちょっと、やっぱり、協会に頑張ってもらわなきゃいけないですね。まあ、その時に、僕がね、はい。一はい。つ、言っておきたいのは、はい。今回、南のはい。三笘久保とね、怪我人が、久保は大会中になってからですけども、はい。かなり怪我人が、前の年にはディフェンダー陣がだいぶ痛みましたよね。はい。なんかその辺で、アジア予選なんかでもヨーロッパと日本をしょっちゅう往復する、あの負担がね、かかってうきたんじゃないん。かな、そういう気もするんでね。ああ。怪我人が最後のワールドカップ直前のシーズンになって、うん。続いた、その分析を一つしておいた方がいいんじゃないかなというなるほ気がすど。なるほどね。る。単なるただ、不うん。運じゃない可能性が。はい。単なる不運で済ませずに、どういう理由があったのか、原因はどこにあるのかと、改理由善できがあったのるところは、かもしれない。なるほど。それを分析した方がいいと思いますね。ただ、どうなんでしょうか。まだこれから優勝を狙うと、ワールドカップ優勝を狙うということになると、大隅さん、ランキングも上げないといけないっていうところはありますよね、やっぱり。どうなんですか。ランキングは結果でついて
ついてくるもんですから、やっまあ、ぱり選手育成に力をもっともっと入れなきゃいけないですし、それかうん。ら、今の殻を破る選手たちを作り出していかなきゃいけないですよね。ああ、今の殻を破る選手たち。まあ、はい。例えば、鈴木彩艶っていうのはやっぱり、完全うん。にこう日本の殻を突き破った選手で、はい。まあ、そういうあらゆる面でのスタンダードが高い、はい。そういうふうな、ミッドフィルダーでも、ディフェンダーでも、ストライカうん。ーでも、そういうような選手を、生み出していかなきゃいけないですね。なるほどね。それはどうなんでしょうか。後塩藤さんがさ、貝なんかなんかあ破れそうなるほど。です。では、うん。うん。もう何人かいませんか？後藤さん。何なかなか難しい。難しい。今のユース代表うん。には何人か、有能なセンターバックと有能なセンターフォワード候補がいますからね。彼らああ、のうそうですか。ち一人でも、昔から推してる徳田踏れとか、うね、吉田ん。湊とか鹿島とかユースには大うん。勢フォワードがいますし、そういうなるほど。選手がこう、なんか一人でいいから分けてほしいですうん。大隅さんいかがですか？うん。新しい選手、殻を破る選手って具体的に頭の中に何人か浮かびますでしょうか？そうですね。まずはやっぱり久保ですよね。久保うがあれだん。けのテクニックを持っていて、うん。えっと、今、クラブではね、活躍したり、ダメだって言われたり、はい。まあ、いろいろこう、上がり下がりが激しいですけど、はい。彼が本当にやっぱり、ヨーロッパのトップクラブの中心選手になれるようなう状況であれん。ば、随分、日本代表の力自身が、変わっていくと思いますね。うん。今回残念だった久保、三笘、南野、遠藤、渡る。こういう人たちはまだ次の4年間も期待してよろしいんですかね。いや、遠藤年齢、はもう年齢遠藤は的にちょっと、もう引退、はい。代表引あ、退って。言いましたね。言いましたね、遠藤は。はい。あとのただ、3人、その3人じゃなくて、それをはい。追い越す選手が出ないといけないです。なるほど。もうだって、彼ら30代に30。入ります。そうですね。そしたうん。らもうもっと若い選手が出てこない。うん、出てきますか？だから今のいます。アンダー20、アンダー17とはい、かのね、はい。レベルの選手見てると、いっぱいいますよ、候補は。ああ、候補そうですか。はいるんだけど、それが本当に大人になって、うちゃんと伸ん。びるかどうか、それはまだなるほど。わからないんだけれども、あうれだけたくん。さんいるんだから、どのポジションでも1人、2人出てくるだろうし、なる今の日本のほど。センターバック非常に人材はい。豊富ですけど、センターバうん。ックももう目白押しですよ。17歳あとか16歳。あ、ああ、そうですか。うん。いいですよ、本当に。そしたら若い世代の期待、試合はい。見てる。期だから待したいと4年後思います。も、はい。カタールから現在までの4年間は本当に強くなりました。で、次の4はい。年間そこまで伸びられるかどうか、それはだんだんレベルがあるにつれて、なかなか成長が難しくなるんだけど、でもはい。4年後、今年よりは少しでも強くなる。それはもう期待していいと思います。うん、なるほど。少しでも強くなる今年だということ。って、あそこでブラジルと当たらなければ、不順が良ければベスト8ぐはい。らいまで行っておかしくなかった。なるほいよいよ本当にいつか何年後、4年後か8年後かわからないけれども、ど。はい。本当に将来優勝あるいはベスト4というのは狙える、うん。位置にようやく来たなという感じですから、なるほこれかどね。らもう楽しみです。なるほど。スタート点に立つことができたというふうに思うと、ワールドカップの本当の戦いのスタートに、地点にに立てたなって感じの大会なるほど。でした。なるほどね。そうなると、未来にも、なんと言いますか、明るさを感じてくるんですけれども、大隅さんどうなんですか？一方で、これ J リーグが、秋春大会に変わりますよね。これでまた、J リーグ、今の全日本の日本代表選手は、全員がもうヨーロッパでやってると。このパターンっていうのは、J リーグとの関係をどうか思えばいいんですかね。そうですね。まあ、それはね、リーグの、まあ、力の差というよりも、まあもはい。ちろん、あっちへ行く、別に給料下がってもいいから向こうへ行きたいっていう選手もいるんですけど、はい。やっぱりそういう経済的な
差っていうのはすごく大きいですうね。それん。は、日本のサッカーを取り巻く環境がヨーロッパと全く違うっていうようなうん。ことが一つある。うはい。ん。だけど、このシーズン制の変更によってもしかしたら、うん。外国から帰ってきやすくなるかもしれない。はいはいあはい。のまあ、今の J リーグでも、ヨーロッパで2年、あるいは半年とかしかプレーしないで戻ってきた選手が、割と中心になって活躍してるんですよね。はいはい。はいですから、はい。そういう、行き来がもっとスムーズに、そして盛んになうん。れば、うん。J リーグも、レベルが上がるし、それで、その中で若い選手が揉まれれば、また、ヨーロッパのクラブへ、そして日本代表へっていう風なルートになっていくと思いますけどね。ですから、なるほど。うん。シーズン制の変更っていうのはい。は、プラスになってほしいなっていうふうに思いますけど。うん。後藤さんいかがですか？うん。日本。シーズン制で、要するに移籍はかなりスムースになると思いますよね。はい。ですから、J リーグから、ヨーロッパのクラブに行くという流れができれば、アジアうん。の選手とかね、あるいは南米の選手でもヨーロッパに行きたいなら J リーグ経営も一つの手だよっていうふうなおー、はい。選択肢になってくれば、優秀な選手がいっぱい J リーグに来る。そうすると はい。J リーグのレベルも上がって、J で育った日本人選手もヨーロッパのリーグクラブで活躍できるようになる。当面はうん。そういう形で動いていく、うん。しか強化する方法ないと思います。遠い将うん。来は J リーグ自体がヨーロッパの5大リーグ並みのリーグになって、うん。世界の代表クラスの選手が J リーグでプレーできるようになる。それが一番理想ですけれども、まあそれは相当難しいことだし、時間はかかる。なるほど。なるほどね。わかりました。どうですか？ワールドカップ自体のあり方としての今回の大会に対して、まあ今、48チームという、なんと言いますか、非常に中途半端な大会であるということは前回、お二人に話していただいたこともあるんですけれども、これは変わっていく可能性はあるんでしょうか？大隅さんいかがですか？次回は64になると思いますね。もうなりあますか？の、そのようにしたいというふうに、インファンチーノは意図を持っているし、そのためおー。に今回大成功だ、大成功だっていうふうに言いふらしてますから、うん。64に、次は2030年、はい。ワールドカップ100周年の記念大会ですから、ああ、そなるれもあってほど。64にする。で、それが成功であれば、その次も60のままだっていうことにしかねないのが今の状況ですね。ああ、そうですか。といううん。ことは、16組に4チームずつが分かれるということになそるんですか？うですね。はあい。あ、ということは、スポーツとしてはそっちの方がああ、正しいと思いますけど。そうですね。ラウンド32というのは変わらない。今回とうん。変わらないといううん。形ですね。うん。で、各組の2チーはい。ムだけが上がるわけですから、はい。今回みたいにバカめみたいな、複雑なはい、ことにはい。はならないで3すね。位が。はい。うん。それがな韓国のくなると。人たちは身に染みてると思いますけど。そうでしょうね。もうちょっとの差でしたからね。後藤さんどうですか？そのやり方がいいとか悪いとかっていううん、問題うん。64という数字については僕は嫌ですけども、はい。48よりマシなのは間違いないですよ。なるほどね。多すぎます、とにかく。もあう、試合並んでるけど、なんかどうしても見たいなって、まあ、大隅さん、カボレルドのファンになりましたけど、あ。えかも。あんまりね、もうどうしても行きたいな、無理してでも見たいなっていうカードうが少なすぎん。ますよ。なるほどね。まあ今日は残念ながら日本は負けたんですけれども、その後ドイツも、パラグアイですかに、PK 戦で負けてしまったというのがありますけれども、この先どうですかね、大隅さん。日本がもし勝っていたら、ノルウェーとやって、その後イングランドとやって、アルゼンチンとやって、フランスかななんて私はもう思っていたんですけれども、どのあたりやっぱり出てくるんだ、フランスとかアルゼンチンとかそういうところになるんでしょうか？やっぱり全体見て、ちょっと選手の粒はい。揃いの感じが違うなと思うのはフランスですよね。ああ、そうですか。なフるほど。ランスはやっぱり攻撃陣にもう、それこそ
弾って言っても日本のように、ポンという鉄砲玉じゃなくて、はいバカはいはい。大砲みたいな弾がボコボコ並んでますから、なるほど。フランスに勝つのはなかなかどこも大変じゃないかなと思いますね。うん。今大会、フランスがまあ、大本命でしたけど、やっぱりはい。強いなって感じがします。うん。後藤さんはいかがですか？まあ、フランスがやっぱり強いのは間違いないですよね。なるほど。で、あとはまあ、アルゼンチン、昨日ヨルダンの試合、一昨日から見うん。た、時には、前半メッシお休みにしてね、はい。若手選手いっぱい出して戦ってまはい。したけど、そうするとやっぱりパスつなぐのはうまいけど、でもあんまり怖くないな。これなら日本がやっても十も分太刀打ちできるなと思う、いましたけど、なるほど。やっぱりメッシが入ってくるととんでもないですから、なるほど。メッシが元気ならフランスとやっても面白いかなって気がしますけどね。あああ、と、そうでスペすか。インがどうなのかなんか試合によっていいあ時と悪い時と差があるようあ、なんで、これからまとうん。めて、上がっていくのかどうかっていうのうが、ん。ちょっと注目点なるほで、優勝はその辺じゃないかなと思ってますけどね。ど。強い日本に勝ってしまった強いブラジルの名前が出てこないのがちょっと残念なんですが、大隅さん、これどいやー、ブラジうですか？ルはね、ちょっと厳しいと思いますね。ああ、そうですか。まあ、その前の試合からちょっとあまり良くなかったですうし、ん。今日見てもやっぱり、なんていうかな、フランスとか、まあ、ノルウェーよりも落ちるんじゃないかなっていう感じがします。おーっと。なんかちょっと日本もそうか。まあ日本はね、選手がいなかったですからね、ということになるんですけれども、だからこのブラジルだったら勝てるかもしれないとかもいう感じ。しれなかったわけでうん。すね。返すも残念な気がしますけれども、死んだこの年を数えても仕方がないとも思いますけれども、さてまあ、北中米大会、これからもまだ続くんですけれども、総括をまだちょっと早いかもしれませんが、していただくとなると、この大会、どうですか？どういう印象を持たれてますか？後藤さんから、お願いします。日本代表のって話ですか？大会全体のいや、話ですか？大会全体で、どちらも喋ってください。大会全体はまあ、この広大なアメリカ、メキシコ、はい。カナダを縦横に動き回らなきゃいけないという、はい。非常に見る側としては大変な大会だったななという、るほど。これがもう自分の身に染みて思うことですなね。るほど。例えば、メディアセンターの Wi-Fi が弱いとか、はい。運営面でも非常に問題のある大会で、はい。もう本当にこんな苦労した大会、珍しいなと。僕がな14回目のるほど。時も、こあ、んな苦労した大会初めてじゃないかなと思うぐらい苦そうです。労して、早く帰っててよかったなと思います。そうですか。ご苦労様でございました。日本代表はいかがですか？日本代表は、ですから、そういう主力選手に次の。ね、怪我人が出て、非常にはい。苦しい中でしたけど、とにかく、ようやく本当これから決勝トーナメントを戦い抜くっていうことが、見えてきた。見えて、はい。今まではグループリーグ勝ち抜くことが全力を尽くして勝ち抜いて、はい。あとはわからない、チームだったのが、もう今は、これからは、グループリーグはなんとか計算しながら戦い抜いて、うん。先までできれば8試合か6試合かわかりませんけれども、はい。戦っていく、そういうチームの一つになったと思います。なるほど。大隅さん、お願いします。今回のそうですね。大会の。はい。32年前、92年にアメリカでやった大会と比べると、はい。はるかに94年、ん 94年ですね。94年です。?94 年、ごめんな、90なんて言っはい。た俺。2年。そう、32年前にやった大会と比はい。べると、はるかにおまあ、なんていうの、人類のお祭りであるうん。ワールドカップというものが、うアメリカん。にこう浸透して、アメリカ国民も、まあ、全員がというわけじゃないですけど、はい。多くが楽しんでるなっていう感じはしました。なるほど。ですから、まあ、その面では、アメリカでのサッカーの浸透が進んでるだろうし、だけどさっき後藤さんが言ったように、やっぱりこうアメリカ人らしい、素人流儀っていうか、はい。非常に雑な大会運営、うん。があって、まあ、それがいろんなところに幸せが来てるんじゃないかと思いますね。うん。ファンも、いろいろ苦労してますし、何しろ、
最低なのは、やっぱり、FIFA が、入場券の価格をはい。アメリカの物価に合わせて、設定して、挙句に、いくらでもいいよという転売サイトを自分はい。で運営して、バカ儲けをしていることが、うやっん。ぱり、このワールドカップっていうものを根本から、殺しかねないう状況ん。になっていると思いますね。うん。なるほでどね。すから、もう本当にそのアメリカでやったこと、それからFIFA の今の現在の状はい。況が、このワールドカップを選手は頑張る、ファンも一生懸命、もういろんなものを犠牲にしてやってきうん。て、応援して、スタジアムを盛り上げている。はい。外でも盛り上がっている。だけど、うん。そこから何かを得ようとする人たちが、このワールドカップを食い物にして、どんどんうん。難しい状態にしているのは間違いないと思います。なるほどね。そうですね。FIFA の問題というのはこれからもあるかもしれません。最後には大隅さん、日本代表の将来について一言お願いします。今回を経て。そうですね。さっき名前出ませんでしたはい。けど、佐藤龍之介みたいな、今度どっか行くことになったらしいですけど、ええ、タレントがどんどん出てきてますんで、はい。今のいる選手も4年前と比べて本当に成長した。はい。それを佐藤龍之介が4年後にどういう成長しているのか楽しみですね。うん、なるほど。ということで、現地でのレポート、何度も、どうもありがとうございました。大隅さん、後藤さん、ありがとうございました。後藤最初さんはは失礼しました。いえ、とんでもないです。後藤さんはこれから、もう帰国の途に就かれるわけですか？そうです。あと、アメリカ代表の試合とスペインはい。代表の試合を見て帰ります。ああ、そうですか。で、大隅さんはこれからまだ決勝まで見らいや、れる。どうしようかっえてまだ決めかね迷っ、てるんですけど、そうですか。とりあえず、明日アトランタに移って、はい。イングランドの試合を見て、それからマイアミでアルゼンチンを見て、それからニューヨークに移って、日本とノルウェーの試合を見て、あれ日本じゃなかっ日たっけ？本で。日本とちょっえと違いますけれども。はい。で、まあ、ラウンド16まで見て、その後どういうふうにするか決めたいと思ってまあ、す。そうですか。まあ、はい。そうしたら、大会が終わって、また日本に帰ってこられましたら、ちょっと一つゆっくりとした総括をお願いしたいと思いますけれども、その時はまた大隅さん、後藤さん、よろしくお願いはい。します。優勝チームが決まってね、どうだはい。ったかって話をそしたいです。うですね。はい。大隅さんもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ということで、本当ありがとうございました。ありがとうご現地からざいました。のお忙しい時に、本当にありがとうございました。はい。皆さんご覧いただきありがとうございました。次回のフォーラム8プレゼンツ、玉木のスポーツジャーナリズムを楽しみにしていてください。それでは皆さん次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。